レボーグの燃費やパワートレインに関する動画後半です。前回の前半動画は加速減速の印象と、ただ音はね、今4000回転超えてくると水平対向らしさがね感じられてね、なんて言いますかね、ドライバー A による燃費走行でした。さあ現在の区間はドライバー A が運転してきました。燃費の音はいかがでしたでしょうか。16.6 キロ走りまして、燃費は12キロです。はい、ありがとうございました。そして今回の後半はドライバー B というか自分が燃費走行してきます。では早速本編スタートです。じゃあドライバー帰りましてね、戻りはドライバー B 改めドライバー H、 私ヒラリー男爵が運転してまいります。でこんなとこ走ってるよっていう紹介とともにね、ちょっと一言述べさせてください。ごめんなさい、一言じゃ済まないかなっていうところもありますけれども、で今日のコースはね山道です。もうずーっと山の中っていうのもね、レボーグ今日昼間乗っていて、市街地だとねちょっとね乗りにくさを感じた部分もありました。それ分かっているんですけれども、なんかね少し思うとこありまして、でその後ね山の中来たらもうすごい車走りやすいんですよね。もう水を得た魚のようにと言いますか、昼間受けた印象とは違ってね、そのハンドリングに関する部分でねすごく扱いやすさを感じました。ってことでね、やっぱりレボーグといえば山の中でしょうみたいなところちょっとねありますので、こういうところを走っています。コース選んでいます。でまずはねそのパワートレインから受ける印象を、この動画では述べさせていただきます。ハンドリングなんかはね別動画で上げますので、できましたらそちらもよろしくお願いします。で今回の車は 1800cc の GT の EX 付きです。でエンジンは、CB18 型のターボ付き、1800cc のターボですね。でこのエンジンね最大熱効率 40% ということでね、他のメーカーのすごいエンジンと比べても全然引けを取らないようなね数値が出ています。でやっぱりねスバルっていうとどうしてもねその効率ですとか燃費といった部分でね今までいろいろ言われてきまして、でももうそんなこと言わせないぞっていうのがねここから伝わってきますよね。一応ターボがついてね、効率上げてるんでしょうから、ターボの効かない部分ではねどうなのか、そういったところはねもう実際に走った燃費からね想像していきたいと思います。で走っての印象なんですけれども、まずねエンジンに関しては、エンジンとアクセルミッションに関してはちょっとねネガティブに感じる部分もあります。でじゃあ一番ネガな部分からいきますね。ごめんなさい、オーナーの方本当ごめんなさい。まずねこのレボーグ別の知人がね先立って乗ってきたんですね。でダイレクト感がなかったって言うんですね。で本当かよって、スバルでしょレボーグでしょ、そんなことないよねとかね自分の中で思っていたんですね。ちょっと思っちゃったのはあるんですけど、乗ったらねその意味が分かりました。なるほどねと。でそう感じる理由は、まずねそのアクセル操作に対するダイレクト感ですね。で特に戻した時ですね、スッとね減速感を伝えてくるようなメリハリがないんですね。でこれは、スポーツモードの2速ホールド5000回転からアクセルオフにしても減速感を伝えてこないのでね、そういう感想になっています。本当に効率が良くてね、その細かい抵抗を感じさせないエンジンみたいな感じっていうんですかね。減速なんかしていくような感じがね薄いです。これ加速の時に言ってもね結構ねなんかギア比低いところ、ローギアード側を使っているようで、ちょっとねだらんと回転数だけ上がっちゃってるような感じをね受けなくもないです。その分速さというとね、車がいいこともあってね、車体が立派なのでそんなに速さを伝えてこないというのもありますね。そのね加速感と、一番は減速感、この辺でねちょっとダイレクト感希薄なのかなっていうのをね感じています。でやっぱりね仙台と比べたらね全然いいです。
本当ね、これ仙台の方、オーナーの方にはね申し訳ないんですけれども、仙台ねちょっと自分買おうと思っていて、でハンドリングの居心地、それからそのエンジンの特性、かなりね扱い出したターボらしさを感じたのがありまして、その CVT の特性もねよくしようとぶってる部分が裏目出ちゃってるようなところをね感じてまして、買わなかったんですね。でそれほどじゃないんですけれども、ちょっとね今みたいなところがありました。で今ね上り坂から、2000回転ちょっとで走っているんですけれども、加速感足んないよってね、ことでドライバーが踏み回しすると3000回転ぐらいから下級が始まって、こう加速力を増してきます。でなかなかねそこが言葉によっては唐突、言葉によっては刺激、ぐーっとねそこの回転数で出ていきます。それがどんな感じっていうと、アクセル回路一定で本当はねじわーっと加速力を強めていってほしいところが、ぐっとねアクセル回路同じで回転数が上昇するとぐーっと出ていくポイントがあるっていったところですね。これねたまらないよ、大好きだよって方も結構いっぱいいらっしゃると思いますし、逆に滑らかに乗ろうとするとね、ここがネガティブな部分になってきまして、強くねブースト効いてくるのが3500回転ぐらいからだとすると、2500回転ぐらいからアクセルをねちょっと緩めにっていうコントロールをしないと一定の加速力は保てないわけです。そうするとね難しいっていうのかな、ごめんなさい、今オートハイビームですけどパッシングされちゃいましたね。でアクセル操作、この辺ね好きな方にはたまらないっていうのがね、やっぱりこう刺激、少しねこういいお値段の車を買う理由としてはね、やっぱりこう個性ってね大事だと思います。その車だからこそ、これが好きだからお金払うっていうね、単純にいい車ってさ高級車なんでしょうけれども、もしくは高級車の条件としてそういう個性ってね、それなりに必要かなって思うポイントです。であとねスバルらしい良さといったらね、やっぱりブレーキですよね。ブレーキはもう市街地から山道までどこでも扱いやすいです。車両側の姿勢もそうですし、ペダルタッチとかペダルのコントロール性、こういった部分もねものすごく扱いやすいです。でペダル重いですとか、そういう唐突ごめんなさい、扱いにくさもねもう全然ないです。普通に誰でも使えて、上手い人だったら滑らかにね操作がしやすいみたいなねところがあります。まずね車両の姿勢なんですけれども、フロントサスはねじわっと沈みます。量はそんなに大きくないか、普通ぐらいの量でじわっとした動きでね、でハンドルとか路面の状況によってはね左右のサスペンションが独立してバラバラにこうねじわっと動いてるのがねもうはっきり伝わってきます。こういうところねこう車体の良さ、サスペンションの良さみたいな部分ですかね。でリアシートに1人乗っているとちょっと強めにブレーキしてもね、そのリアの伸び上がりも気にならないです。なのでねブレーキ上手くなった、運転が上手くなったみたいなね感じるところはありますね。で、市街地レベルとかちょっとしたブレーキ操作で言いますと、これはね抜く時が扱いやすいです。もちろん踏んでいく時もねこわごわとねもうちょいかなもうちょいかななんてのもなくてすごく良くて、で抜く時はねもうこれが一段といいです。このくらい抜いたらねこのくらい、で例えばね今信号で止まりますけれども、ここでねクリープの量を予測してブレーキを抜いていくわけです。クリープがあるからね、ごめんなさい青になっちゃった、今度やりますね。そうクリープがあるからね、クリープの分は抜きすぎないようにということでねブレーキ操作していくわけですけれども、こういった部分がねたまんないです。でなんかねパワートレーニングがブレーキの話になってきちゃいましたね、ごめんなさい。でもねやっぱ思うんです。今ね最近はもう軽自動車でも走りやすい、そのね車の小ささを生かして道幅使って走りやすい車がねいっぱい出てきてまして、でじゃあいい車って何なのよって言ったらね、自分ブレーキの違いだと思うんですよね。この前乗ったマツダ車も良かったですし、ハイブリッド車はいろいろありまして、で自分文句多いんでね、そういいと思う車はほとんどないっていうか、なかなかないんですね。でそれがやっぱりそのブレーキ、ハンドリングがねどんな車でも最低限走れて走りやすさを感じるぐらいになってきたら、結構ねこの車にうるさってブレーキかなと
もう最近というかね、ちょっと前から思っています。であとね、燃費について今ね 13.1 キロが出てますね。ペースは60キロプラスちょっとぐらいのペースでずっと走っています。で燃費についてなんですけれども、これね、例えば同じご予算で買うのに、レボーグのベーシックグレードを選ぶか、一つ下のクラスのね上位グレードを選ぶかっていう選択肢、悩みあると思うんですね。でこういった時にね、車の良さで言ったらやっぱり上のクラスのベーシックグレードを選んだ方がね絶対いいと思うんですね。で1円あたりのお得感、1円で得られる魅力っていうのもね、やっぱりそっちの方が高いと思うんですよ。メーカーの方にはねそこ本当申し訳ないんですけれども、で逆にね下のクラスの上位グレードを選んだ方がいいなっていうところは、まず小さい車ならではの魅力、楽しさ、走りやすさ、それから車庫とかね駐車場の問題で選ばずを得なくっていうのはね、同じ快適装備だったら小さい方がいいよねっていうのはね、そういうことになってきますね。でそれにプラスして燃費の差ですよね。同じ快適装備で燃費を取るか走りの良さを取るか、燃費ね、どうしてもねクラスが上になると車大きくなっていっちゃう傾向がありますので、同じ値段でね快適装備同じで燃費もよくって言ったらね、下のクラスの上位グレードとなりますかね。今自分運転して 13.7 キロ WLTC モードとの総合値と同じ燃費になっていて、これちょっとね自分で上り坂多かったのを考えるとできすぎかな、今 13.8 ってとこはありますけれども、普通乗ってね12キロぐらいだとすると、例えば先日乗ったベゼル、この辺走って25キロぐらいだと思うんですね。ベゼルのハイブリッド EHEV で、人気グレードでね300万ぐらいの車です。このレボーグ一番下の GT ですと、310万円ですので、単純なね諸費用を除いた車両価格だけで見たらね同じぐらいに並んでくるんですけれども、燃費はねそこやっぱり倍ぐらいの差になってきますかね。走行距離少ない方でしたらね、今14キロになってますね。 14.2 キロで、距離多い方ですとか、毎日走られる方、それからねガソリンスタンド行くのめんどくさいかなっていう方はね、やっぱりこうねそういう燃費の差って出てきますよね。であとね思うんですけれども、ガソリンの鮮度、劣化、今まで自分たち乗っていて、例えばね月に2リッター3リッターしか入れない車、知人とかの車借りた時にあるんですけれども、どうもねコンディション良くないんですよ。でそれで結構勢いよく走ってガソリン半分ぐらい入れ直したら調子よくなったってことをね何度も味わっています。何度もってごめんなさい、5回ぐらいかな。そういうあんまり乗らない車ですとかハイブリッド車、それから自分の車もね月200キロぐらいしか乗らないんで、そういうのもありますし、それからあと台車で借りてきてね、これ数ヶ月ガソリン変えてないでしょ、乗ってないでしょみたいなのもあったんですけれども、やっぱりねガソリン入れ直したら元気になりました。でこれ何が言いたいかと言いますと、あんま乗らないんだったらこのレボーグぐらいの燃費でね、2週間に1回とかね、10リッターとかガソリン入れてれば多分大丈夫でしょうから、その方がねコンディション保てるかなっていうのはあるんですね。これがねとっても新しい今のエンジン、細かいね電子制御も進んだもう超最新の車にね当てはまるか分かんないんですけれども、5年ぐらい前にねデビューした車ではそういうことを感じてますので、あとすいません、最後装備ですね。この車運転席パワーシートにデュアルエアコン、それからフロント両席のシートヒーター、あとリアのね、エアコン吹き出し口、この辺ついてね、310万円です。でこれにはね EX パッケージというのがついてますのでね、この辺の大きい縦長のナビじゃないですね、ごめんなさい、制御系のタッチパネルモニターですとか、それからあとこのメーターがねフル液晶表示になっています。これまた別の動画にしますね。ナビ表示させたり、アイサイトのね状態表示させたりがここでできます。でこれで350万円ですね。このねかっこいいモニターとかね、これが なければ310万円
でこれね、ちょっと眩しさを感じるところもあるんですね。目の繊細な方だと夜なんかはねちょっと気になるかもしれないですし、メーターもねなかなか明るいです。こっちはねでもメーターはググッとこうね、ここの運転席右下のダイヤルでググッと暗くもできるので、お好みに合わせてねできますけど、ここはねこっちのモニターはなかなかね明るいです。じゃあということでね、もう結構走ってきまして、今 11.8 キロ走って燃費は 13.8 キロ。ちょっとね今日別に燃費伸ばすために走ってるわけじゃないので適当に走ってますけれども、このままね適当に走ってスタート地点ゴール地点に戻って集計させていただきます。さあ一周走ってきてゴールです。で現在の区間はね 16.7 キロで、燃費はね 13.7 キロが表示されています。 13.7 ですね。だいたいカタログ燃費とね同じぐらいでしょうかね。であれです、本当はねこの車もっと踏んでねこう元気なした方がね、スバルの水泳対抗らしい音聞けて楽しいです。それからあとねアイドリングストップもねこの車ついていて、再始動のたびにねその水泳対抗らしさっていうのがねこうボロロンっていうのがね味わえるんですよね。なのでねちょっとねこう燃費はお門違いみたいなところありますけどね、今回ねちょっと走ってきました。であとドライバーによる差ですけどね、だいたい1割ぐらいの差ですかね。ちょっとした差出ましたけど、誤差といえば誤差ぐらいの感覚だと思っています。でハイブリッド車とかと比較するとね、多分この車渋滞中行ったら8キロとかね7キロ台とかになってきますので、そういったあたりの平均でねやっぱりハイブリッド車との差が大きくなってくると思います。ハイブリッド車ね大体がこう誰がどう適当に乗ってもそれなりの燃費が出て、交通状況にもね左右されにくくて、むしろ渋滞なんか得意で、レボーグなどは得意なとこでこうグーンと燃費伸ばしてで平均燃費上げていくみたいなねイメージがあります。であとね今ちょっとね恒例のメーター映しますね。はい、これで映ってるかな、ごめんなさい。はい、今ね、13.3 になりましたけど、こんな感じでねメーター映っています。でこのメーターね大きく分けて3つのタイプがありますね。標準とそれからナビ表示で、あとこれがねアイサイトの表示ですね。ごめんなさい、これさっきありましたっけ。左手中指のところのねボタンを長押しするとこれが切り替えできます。エンジンはね結構ねやっぱりこれいいですね。落っこってくるのがねふわーんと、もうほんと効率いいとか燃費いいエンジンみたいなね感じですよね。こんな感じです。で細かい設定とかねそういうのはねこの EX ですとこの真ん中のね大きいモニターを使って行います。いろいろね機能あって、あと車両設定ですとかね、こういうのねいろいろ出てきて、結構ねこれ動きながらでも押せちゃうぐらいのね大きいものです。であとねこのビューってボタンを押すとこれ今左前輪のあたりが映っているんですね。これコーナーでねどれぐらい寄ってるよとか、そういうのに見るのにもね、楽しかったりもします。走行中ねこれつけたままね走ることも可能です。であとねバックなんかもねこんな感じで出てくるのかな。じゃあこんな感じでね、あとはスタジオのヒラリーが集計をしたいと思います。今回の燃費チェックは夜間の市街地から山道というコースでした。そして2人で半々に走ってこのような結果になりました。結果は 12.0 キロと 13.7 キロ、ほぼほぼ同じペースで走って、というかドライバー A に合わせるように自分走りまして、で1割程度というね少しの差が出ました。A さん嫌な役回りをごめんなさいでした。って言ってもね A さんだって相当に運転好きですから、牛丼かけてガチ勝負したら同じくらいになるかと思います。適当に運転した時の、日々の癖といいますか、アクセルやブレーキの使い方でね、ちょっとした差が燃費にも出てくるのでしょう。今までねこうターボ車何台かやってきてまして、大体ね同じような傾向が出てきています。で今後は NA エンジン搭載車ですとかハイブリッドモデルでもね試してみたいと思いました。そして何よりねこうして車のことを考えられるのが楽しいですし、燃費もねその車を走らせる楽しみの一つとして
皆様にお伝えできたらなと思う次第でございます。では動画は以上です。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。